皆さんこんにちは。私の名前は愛です。ヤッホー。はい、今日はですね、山梨のその川口ステラシアター、モーニング娘。のライブ、そのメモリーレインがあったんですけど、行きました。行ったはいいんですが、もう本当にちょっといろんな意味でやばくって、とりあえず行くのにトータルで4時間以上はかかりましたね。一応ね、ホテルから絶対4時間前はちょっと、絶対余裕だろうと思ってなので9時ぐらいとかには出たはずなんですけど、なんと新宿駅に着いてなんかバスの切符を買おうとしたらもう全部埋まっちゃってて埋まっちゃってたので、なんか空いてる時間がもうライブの始まった後ぐらいしかもうないっていう状態になってたので、どうしようみたいな感じになって、正直に言うと多分ね、駅員さんとかにどうやって他の方法はありますかって聞けばよかったんですけど、そういう考えがなくって、とりあえずその携帯で Google でさ調べたんですけど、で電車がある、でも特急かなんかよくわかんないんですけど、特急だったのでこれだったらいける。で新宿駅のよくわからないのが、もう特急線と普通の線が全部同じところなんですよね。同じところっていうか同じ辺なんですよ。なのでなんか普通になんかもうチケット買わずにピッとできるんですよね、新幹線と違って。で一応ね、一回通っちゃって入っちゃったんですよね。でなんか全部なんか指定席っていうのを見て、やべえな、私予約してねえからダメなんだと思って、その電車が乗らなくて、でもう入っちゃったからどうしようってなっちゃったんですよね。でどうしようってなっちゃったから、とりあえずもう通っちゃってるから、本当は多分さ戻ってさ駅員さんに説明すればよかったんですけど、人見知りダマックスなので前は。なのでそうしなくて、確かに中野とかどっか行っちゃったんですよね。中野行ってで、新宿戻ろうみたいな感じ。多分本当はね、渋谷かどっかのバスステを探せばよかったんですけど、もうちょっとめんどくさいなと思って新宿へ戻って、でなんかうちの父に連絡して、でうちの父がもうなんかシャトルバスあんのになんで乗ってねえのみたいな感じで聞かれて、でないから乗ってないのよ、あったらもうとっくに行ってるわ、もう山梨にさもうとっくに向かってるわみたいな感じでだったんですけど、でもう何回もそういう説明したんですよね。ないからみたいな。で多分 2,3 回目ぐらいで納得してくれたんですけど、はい、で結局11時半の電車を乗って、それがもう予定が確かに1時44分ぐらいとかなので、ライブが始まってから15分ぐらいに着く予定で、しかもちょっと残念ながら思ったのが、本当に遅れちゃってて、その電車がどっちも。なのでちょっと思ったより遅めに着いちゃったんですよね。で確かに1時50分ぐらいとかに着いたのかな。でタクシー乗り場、私調べてたのでタクシー乗り場がすぐあるから、やった、すぐタクシー乗れるだと思って、私川口湖って知らなかったのが、もう観光トーリストアトラクション、観光客がいっぱい来るところって私全然知らなくて、みんなよくそのね Twitter とか見てて、なんかなんもないみたいな、もう会場に行くのも大変だしみたいなで書いてたから、本当になんもないところにあると思ってたんですよ。観光客が来るところっていうのが全然知らなくて、だから行ったらもう観光客が外国人の観光客がもう並んでて、もうタクシーやべえなと思って、私だからもうたまたまアプリあったんですよ。アプリあって、でも私そのタクシーどこに来るか分かんなくて、地図をねちゃんと見てたら、結局駅の辺に来ちゃって、でこっち行ってくれみたいな感じで、私こっち行ってくれてあっちと思ってたから、あっちのタクシーだぞ、あんた間違ってると思ってて、あっち歩いてたら電話されて、その人に何してんのみたいな感じで言われて、すいませんみたいな言って、でその人は結局優しい人だったのでよかったんですけど、なんかタクシーの運転手って意外と
質問されるんですよね。どこから来たんですかみたいな感じで最初確かに言われたのが、この会場に行きますって、ステラシアターに行きますって言ったら、もうライブ始まってますよねって言われて、あ、始まってますみたいなはい、バス乗れなかったんです、あ、そうだよねみたいな言われたんですけど、で確かにでどこから来たんですか、アメリカってなんか前もそのファンタの時も乗った行った時になんかみたいな感じで、そのタクシーの運転手が実際、ね、アメリカに何やってんのみたいな、ちっちゃい時から住んでますみたいな感じで言って、で日本語上手だねみたいな、いえいえみたいな感じで言いました。結構それでね、やっとスムーズに行って着いて、で2時過ぎぐらいに入ったのかな。でまあ楽しいは楽しかったんですけど、気分がもうライブ気分じゃないんですよ。もう頑張ってきたの気分だから、正直に言うと思う存分に楽しめなかったんですよね。すごいもったいないなと思って、マジでもう席もすっごい良かったのに、なんか完璧に楽しめないっていうのがなんか残念だったなとは思います。で確かに何だったっけ、MC の時に途中に来たんですよ。最初確かにハルさんとゲッタが喋ってて、で確かにメイちゃんとかエリポンとかだったのかなが来たんですけど、で私後でそのセットリストを見たんですよね。誰が何の曲を歌ったか、私が来る前はもう半分くらいやってたんですよ。もうなんか悲しいなと思ってでなんか2時間も経ってなかったのかな、そうライブ。確かにだからもう1時間12分ぐらい、見れてないかぐらいだったので、ちょっとショックでしたね。で私より結構さ遅く来てる人いたんですよ。その人たちは夜公演があるから余裕持ってたかわかんないんですけど、でも結構私より遅く来て、でもう最後のコメントの方に来た女性のファンも いましたね。確かにと思って、私より遅く来てるんか、もしかして来てるんだと思って、もしかしたら私みたいにちょっとね、なんかいろいろなんかね、バス乗れなかったりとか、車運転しててトラフィック交通にね、時間がかかって車で時間かかっちゃったなとか、よくわかんないんですけど、5人っていうか5グループぐらい見ました、私より後に来るのが。なのでもしかしたらなんか私以外の人でも大変だったのかなって会場に着くのは。で確かにその電車でこれ確かになんかそのファンの方がいたんですよね。ファンっぽい方だなと思って、でちょっと声かけたらなんかお水買おうって言われて、でも一緒に乗れますかみたいな、最初は断れない性格をね、みたいな感じで決めてくださいって言われて、すいませんみたいな感じで言ったんですけど、なんか多分夜公演に行く予定があったのかな、その方は。分かんないんですけど、すっごい余裕持ってて、私はもうイライラしてるし、もう早く行かないとみたいな感じだったのではい。なのでその山梨の会場に行ったことない方は、おすすめするのはとりあえずまずそのバスの予約をしましょう。バスか、私は個人的に電車の方が好きでした。ではい何言おうとしたっけでまずバスか電車をちゃんと調べて行った方がいいです。でなるべく朝早く出た方がいいです。私は4時間持って9時ぐらいに行こうとしたので、多分いろいろ乗れてたらちゃんとついていたと思うんですけど、乗れなかったので遅れちゃったんですよね。はい、なのでとりあえずちゃんと調べておきましょう。で私みたいに海外在住とか海外育ちの方とか海外に住んでてその会場のことが何もわからない私みたいに方がいれば、簡単に言うと、さっき言った通り、観光客が来る場所なので、人多めっていうことを考えた方がいいです。で私がちょっと他の海外のファンとちょっとお話をしていただいたんですけど、今日
その方たちは確かに渋谷から来たんですよね。なのでもしかしたら新宿じゃなくもう他のところものバス停を考えた方がいいかもですね。とりあえず前もって考えた方がいいと思います。そう、学びました。私ずっと Google で調べてたので、その何を乗ればいいかはずっと調べてたんですけど、実際どんなものかっていうのが私全然知らなくって、バスって書いてたから本当に普通に一般のバスだと思い込んじゃっててシャトルバスだと思ってなかったんですよね、正直に言うと。バカなのでこっちは。そう、日本のね、県って日本ってちっちゃいからどこも近いみたいなイメージが多分勝手に浮かんじゃってるんですよアメリカと違ってさ、広くないから日本は。なのではい、そういうどんな感じのバスに乗るつもりかさえも分かってなかったんですよね。そういう感じですかね、今日のレポは。もうちょっといろいろあって、もっと仕事の就職活動もあって、もうストレスがもう溜まっちゃってる。日本にいるんですけど、日本にいる中でもうその就職活動とかちょこちょこしているので、もういろいろちょっと大変なんですよね今。それもあってで、今日のこともあるから、もうストレスで正直に言うと楽しいことのはずなのにストレスだったんですよね。なのではい、そういう感じです。明日は確かに福ちゃんとたけちゃんのファンクラブイベントがあるので、それを楽しみにしていきたいと思います。あとなんとギリギリ山田くんの、ライブビューイングが取れました。イエーイ。そのたけちゃん福ちゃんのそのライブビューイングの会場のすぐそこに映画館があるんですよね。私去年そのギーツの、映画を BC ネクストを見に行ったんですけど、本当になんか結構そこの辺も観光地みたいな感じで、そのハローキティサンリオプロランドかなんかあるので、結構観光地っぽいところなんですけど、それでも意外と取れたっていうのが驚きましたね。もう2席しかなくって、山田くんでも私も正直言うと 90% ぐらいも諦めてたんですよね。もうローソンでは全然チケットさえ応募さえもできなかったので、日本のなんだかんだが必要っていうのがあったので、諦めてたんですけど、たまたま映画館のサイトを見てあったっていう感じで撮ったのにではい、なのでめっちゃ、いいことはあるので最近ちょっとあんまりいいことはなかったんですけど、いいこともあるんだなというふうにお伝えしました。はい、バイバイ。